はじめまして。私は福島原発の災害に苦しんでいる原発、災害の地23キロ地点の南相馬市で心のシェルターという建築提言を行っています。一番最初のきっかけはですね、メディアを通して段ボールの空間、あるいはベニヤでできた空間で体育館とか学校の教室に多くの人々がひしめき合って暮らしているんです。これってすごいおかしいことだし、人間として絶対あってはいけないことだと思ったんですね。で、多くの方やそれからメディアの方、あるいは友人、それから政治家の方に働きかけて、これはおかしいよって、なぜおかしいかということを誰も気がつかないんです。そこに欠けているのは想像力なんですね。民主主義の根幹は想像力にあります。日本には長い間平安室町に築いてきたお茶室という精神文化の国があるんです。あるいは一輪の花を刺すことによってそこに小宇宙を作ったりとか、あるいは武道、華道、茶道といった人の心と向き合うような空間を何百年にわたって築いてきた誇り高き民族だと思うんです。ところがですね、こういう被災地になるとこのような暮らしになってしまうんです。で、私は長年建築の設計活動を通して、これは最も外すべきことで、人間を全くないがしろにしている。この人たちは一瞬にして不幸になった。この人たちの心はどこに行ってしまうんだ。で、彼らにですね、人間らしい空間を提供したいと思ったんです。それでこういう空間を作りました。こちら心シェルター、基本的には3畳の空間です。1畳から10畳までの空間あります。それは家族単位とか夫婦単位によって変化していきます。で、それからですね、その周辺の例えば民家の調査もしました。一体この福島ではどういう民家が築いてこられたんだろう、あるいはどういう生活文化がここで構築できてきたんだろうって、そういう調査をしながら被災地にいる高齢者の方々と一緒にですね、手作りで日本の伝統工法による新壁作りといいますけど、その工法に基づいてこういう住まいを作りました。で、日本人にとって最も大事なものって何だろうって、例えば衣食住と言います。食においてはやっぱりあったかいご飯、これは絶対欠かせないだろうって。それから住、最低限の着物はいります。それから住まいによって最も大事なことは、まず第一点、私は靴を脱ぐことだと思うんですね。で、靴を脱いで座を形成する、それを日本では一座建立と言います。その座の空間にですね、正面に向き合う、昔はですね、床の間とか仏間とか、そういう精神空間と向き合う空間があったではないかということで、ここではですね、床の間っていうのに焦点を当てて構成しています。で、そこにですね、一輪の花を生ける。そうすると自分と大自然とが向き合って心の会話ができるんですね。で、例えば自分の好きな書をかけてみる。例えば思い出の品でもいいと思います。あるいは自分の絵でもいいと思います。あるいはアートの好きな人はアートワークでもいいんです。で、そういう行為をしながらですね、日本人は長い間長い精神文化を築いてきた国なんですね。で、これはですね、経済とか技術に関係ないことなんです。本来もっと心と対話する空間。それからですね、これは中学校の教室なんです。で、中学校の教室っていうのはだいたい10人単位で避難生活していました。そうするとついつい引きこもってしまうんですね。食事をするときと、それからトイレに行くときは外に出ます。でも多くの人が引きこもってしまう。心を閉ざしてしまう。で、日本にはですね、縁側っていういい空間があるんです。縁を結ぶ教会、縁側です。例えばそこに座ったことによって、あるいは靴を脱いでですね、ここに上がることによってほっと和む。そこにあったかいお茶が出る。そしたら自然と会話が生まれるんですね。そういう集会所はどうだろうっていうので、こういうのを作ってみました。それからですね、多くの方がボランティアを含め救援活動をしています。これは岩手県の山田町というところで今設計してます消防団の家です。
で岩手県には世界遺産になった中尊寺金堂というのがあります。例えば京の都は唐の都長安をモデルにした南北軸で構成された町です。平泉は日本で初の都市計画の町だと私は思っています。この哲学の背景にはですね、浄土の思想が横たわっています。この町づくりは約100年続いた、そういう哲学を継承して、このボランティア活動で献身的に活動しているこの消防団のために建築活動できることは何だろうということで、今消防団のですね、その崇高な精神を生かした家を作っています。多くの方が想定外という言葉があります。それから仮説、嫌ですね、こういう言葉。一瞬にして一瞬が永遠じゃないですか。一瞬が宇宙じゃないですか。これが日本の哲学なんです。ですからわずか1日でもあるいは1ヶ月でもそこに住むということは、その人にとって永遠の時間なんですね。永遠の空間があるんです。そういうものを構築しながら日本のですね、住空間の美しさを表現したいと思っています。左手が世界遺産になった中尊寺の金堂で、右手が私が設計している消防団の住まいです。で長い間私はその建築活動をして天地人に響く、これは日本だと生け花をやってる方はよく分かってますね。天、それから大地、そして人、天地人を結ぶ。日本人は長い間大自然と一体化することを良しとし嬉しいと思い、その大自然の中に自分を投影した国なんですね。例えばこのプロジェクト、これは記憶、町の小さなコミュニティ施設、あるいは公民館です。建築がですね、都市が宇宙と響く、あるいは自分たちのふるさとの山と響く、あるいはその大地と何か関係を持っていく、そういう空間は作れないだろうか。例えばこれは集合住宅です。約70人ぐらいのコミュニティを想定しています。屋根がですね、緑になって、木が生えます、土が生えます。そこは広場になっています。ですから建築そのものが地形になり大地になり畑になったと思ってください。それから中庭っていうのは日本には長い間壺と言います。こうちっちゃな壺庭、京都の壺庭ありますね。その壺庭の中に宇宙を取り込む、あるいはその大自然を自分の身近なところに引きつける、こういう庭の歴史もあります。それからこれは高齢者施設です。多くの人が高齢者と弱いって言って、肉体的弱さがあっても精神的には老いも若きもないんですよね。そういう人と出会うような高齢者の施設です。それからこれは保育園です。祈りの形をテーマにしています。ですから遠くに行われたこの災害は非常に、多分日本史上すごいことだと思います。ただ東北には古い文化があります。古い縄文文化、あるいはアイヌ文化、あるいはマタギの文化、あるいはもっと中世に遡るともっともっと深い文化があるかもしれない。そういう文化を掘り起こしてユーラシア大陸の受け皿として、そのユーラシア大陸の複合性、多様性、そういうものと共存しながらですね、森の神、それから山の神、海の神、土地の神、それぞれの小さな神々とですね響き合って共演しながら、視覚紙面の技術の出てきた、あるいは経済の法則できた建築地域から脱却してですね、真に人間と生命に基づいた新しい建築を提案していきたいなと思って日々活動しています。それでそういう建築をですね、もう一回模索してはどうかなと思います。みんな安易に段ボール、仮設住宅、仮設住宅すごくひどいですね。こんな経済大国であんなことあっていいんでしょうか。絶対ダメなんです。ああいうのはダメだと声を上げて、そこにわずか一畳でも自分の宇宙が作れる、わずか一畳でも大自然を抱えることができる、そういうのを一期一会と言いますよね。そういう空間をなぜ作らないんだ。行政も国も、あるいはこの我々もそういうのに疑問を持って、もっともっと自然と密接する、あるいは自分の心の対話、あるいは人間の尊厳、その尊厳を犯しては絶対ダメ、その尊厳と向き合う空間を作るにはどうしたらいいか、そういうことに全力をかけて、これからの東北の復興、あるいは東北は復興してかつ世界のモデルになると思います。その世界のモデルになる、目先じゃなくて真に心に根ざす、そういうものはできないだろうかと日頃から思っています。そういう建築を目指して私は頑張っていきたいと思います。できることは小さなこと、例えば小さな家具1個でも世界は作れます。小さな、例えば床板、あるいは壁のデザイン、あるいは電柱、あるいは一本の木を植えること、そういう身近なところに
大きなヒントがあるし、大きな世界を横たわってる。なぜそういうことに目を閉ざす、そういう活動をしながら物こそ人なれ、これはですね、物に人の心を込めるっていう意味なんです。物に人を心る、物を搾取しない、物を私有しないじゃなくて、物と人がどういう関係になったら幸せな関係が生まれるか、そういう関係づくりの町づくり、それから都市計画、それから個々の住宅、そういうのに向き合って自分たちの生活の見直しを図りながら、最も我々の住まいに必要なもの、それは何だろう。で、私の行き着いたところは、日本の生活空間の最小限の形態は畳の空間にあると思ってるんですね。その畳があるがゆえに、日本に礼儀という礼の思想が伝わってる。そういうなんか古くからあるもの、みんなが知っているもの、長い間共有してきたもの、なぜかそういうところに、あるいは古い民家の中に、あるいは古いおじいちゃんのお話の中に、あるいは神話の中に、そういうのが宿っていると思います。そういうものと真に取り組みながら、新しい東北の心をですね、日本の心とし、世界の心にできたらいいかなと日々思っています。ありがとうございました。OK です。こういうのを毎日模型小さいのを作って、たくさん作って、これは100分の1、それから30分の1、それで現地でですね、実際1分の1の大きいのを作るんです。こういうのを何個も作りながら検討しています。皆さんも身近なそういう仮設住居の中を自分の小宇宙にするために何かアイデアを持っていけば、その仮設住居といえども自分の世界が作れる。その自分をこう大事にすることが他の幸せになると思います。ですからそういうことに関心を持ってもらったらありがたいかなと思います。どうもありがとうございました。